どうも、ベルです。今回は、ドゥームステイの闇の封鎖が終わったので、闇の封鎖の振り返りと並走強化をやっていこうかなと思います。まず、今回の闇の封鎖の振り返りからやっていこうかなと思うんですけども、結論から言うと、負けました。個人と同盟については、今回、どちらも2位だったんですけども、本当に相手がめちゃめちゃ強かったです。対戦相手は、168都市の PING と、175都市の、UUU さんだったんですけども、168のピングがもう本当に強くて、このピング、ちょっと前までは、炭治郎のアイコンのもうバケモンクラスに強い人がいて、新軍スキンのランキングイベントとかでも、よく当たってて、ただもうその人が、もう毎回1万ポイントくらい行くんですよ。なので、ほんと取りに行けないじゃん状態だったんですけども、その炭治郎がいなくなった。正確には、古いサーバーに、ヒーロー取りに行ったと思ったら、今度は闇の封鎖で当たるという、ちょっとなんとも、皮肉な展開ですね。ただ、炭治郎抜きの、ピング、本当に強かったです。一人、装備とパーツは、私と同じくらいだけども、並走がめちゃめちゃ強い人がいて、この人ですね。ランキング1位の人なんですけども、その人が筆頭で強いのと、それと T6 持ちの人数っていうのが、かなり多くて、なおかつ、すぐ仲間呼ぶんですよ。今時なんか某ドラクエの窓ハンドでもそんな4番寄ってくらい呼んでくるんで、その呼ぶ仲間がじゃあ強くないんならいいんですけど、飛んでくるの T6 なんですよ。なので、もう本当に戦いづらくて、かつ、強い人と、今回は戦いまくったので、正直消耗が半端ないです。多分、資源がだいたい 1.5B か 2B くらい消えました。ほんと T6 の治療費がもうやばくて泣きそうです。それと、移転しまくったので、闇の移転を、ジムで追加で10枚か15枚くらい買って、それと買いだめしておいた、ピンポイント移転とかも、なんか30枚くらい使ったのかなっていうところで、ほんと正直、もう戦いの損耗と、移転とかの経費を、考えていくと、もう全くと言っていいほど割には合ってないんですけども、楽しめたので、そこは良かったのかなと思ってます。また今回は、日本人の強い方も175都市にいて、その方とも戦えたので、非常に良かったなと思ってます。あと今回の闇の封鎖で一番お伝えしたいのが、ジョニーの強さです。もう大都市については、もう正直勝てないことが分かってたので、もうあえて自国の大都市をもう相手に明け渡して、終了間際に奪還したんですけども、ジョニーなしの、大都市ラリーって、ほんとトムサンダーで防衛されてると、本当に落とすの時間かかるんですよ。トムサンダーが覚醒してると、もうルイマスタージンで撃つと、ほんと30分くらいいつもかかってて。ただ、今回、ルイとジョニーでラリーを打ったら、5分くらいで、落とすことができました。相手はもう300万埋まってるわけじゃなくて、250万しかいない状況かつ、相手も、正直、格上ではない。ただ一応相手ももちろんT6 持ちで、戦力も1.2億くらいある方だったので、そんなに格下というわけではないんですけども、それでもそれなりには強いわけで。で、その相手を5分で落とせたっていうのは、もう非常にジョニーが強いのかなと思います。ただジョニーで打つ時の弱点っていうのももちろんありますし、ルイマスタージンで打った方が、戦闘長引く分、多くのキルを取っていける。もちろん、自分の損失っていうのもね、増えてしまうので、そこはちょっと難しいところではあるんですけども、ラリーミッションクリアのためとか、それだったら、ルイマスタージンで打っていった方が良かったり、あとは、ダブルラリー以上で、相手のターゲット取りを考えていくんだったら、ルイマスタージンだったり、あとはベラスデンも、結構選択肢になったり、そのあたりは非常に面白いところなので、次回の動画で、ラリーヒーローについて語っていこうと思ってますので、ぜひそちらもご視聴いただけると嬉しいなと思います。はい。では、振り返りはこれくらいにしておいて、並走強化の方、やっていきましょう。まずはガチャからやっていこうかなと思うんですけども、とりあえず、製造チップと、いつも使ってる、下位のレジェンド並走と、上位のレジェンド並走が、もうかけらでもいいので、来てくれたら嬉しいです。
これはもうダメですね。でも、これゴールデンは確か上位ですよね。でもリーダーなんであんま使わないんですけど、ただ製造チップが3個来たので、これはいいですね。で、次は、蛍光ボトムズはでも、かけら1は正直意味ないんで、ここ、まあ、製造チップに、これいいね。確か、上位だよね。いいね。上位のかけら5はすごいいいですね。じゃあラスト単発で8回引いていきましょう。ここでなんか、いいの引けると嬉しいんだけど。これは、まあでも、なるべく使ってるやつが欲しかったんですけども、ただ、製造チップも何個か出てくれたので、そこは良かったのかなと思ってます。では次に、合成の方やっていきましょう。今回は、射撃の直帰が、星 3.5 になる感じですね。そこまで大幅な強化ではないんですけども、コツコツ強くしていけてるので、そこは非常に良いのかなと思ってます。で、次もこれも一応合成しておきましょう。で、直帰の、これにして、ここで30個選んで、かけら選択取得して、クラフトですね。いや、本当になかなかね、星5まで結構大変なんですけど、少しずつね、近づけてはいるので、結構ね、楽しみなのかなと思ってます。で、スペシャルギリースーツのランクアップを選んで、これを、こうして、少しですね、ステータス上がりましたね。これ次回星1にすると、ブロックが17上がるっていうところで、かなり大きいですね。で、今回の、製造ステータス厳選は、こちらのチュンの、タレットですね。一応舞台殺傷28がついてるので、悪くはないんですけど、せっかくだったらもっといいステータスつけたいよねっていうところで、今回はこちらの合成を、厳選ですね、やっていこうかなと思ってます。いや、頼むよ。ここで、せめて、いや、28はきついかな。いや、結構なくなるの早いね。ちょっとマジでそれは本当にいらないな。射撃用の並走なんで、これ。これは赤ついたんですけど、いらないので捨てます。頼む。赤つくんだったら、射撃がついてほしい。舞台ダメ軽減だったらな。でも28の方がでかいんですよね、正直。ダメですね。ちょっと製造ステータスの厳選は、ちょっと残念なことになっちゃったんですけど、とりあえず今回は、ギリスーツを 3.5 にできたので、そこは非常に良かったのかなと思ってます。はい、ということで、並走強化も、こちらで以上なので、今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょっと今週は、気合い入れて、ドゥームゼーの動画、毎日投稿できたらなと思ってますので、ぜひそちらもご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、バイバーイ。